不動産屋さんの怪談です。これは体験談をよくくださる K さんが職場の先輩から聞いたお話です。その先輩はよく昔の素行が悪かったことを武勇伝のように語るタイプの人で、大学時代に女性関係が派手だったことをさも自慢げに話していたそうです。さて、そんなプレイボーイにもブレーキがかかる苦い経験がありました。その先輩を仮に亮さんとしておきます。それは亮さんが大学に通っていた頃で、毎週末仲間と飲み歩いていたそうです。そんなある日、飲み仲間の女性から合コンをやるので男子を集めてほしいと頼まれました。そこで亮さんは暇そうな男子2人を誘って合コンに参加したそうです。それは女子3人男子3人の3対3のコンパでした。今回の女子のメンツはどの子も可愛く雰囲気も良かったので、男性陣は張り切っていたそうです。しばらくしてさほど酔いが回っていない時に、突然幹事の女性が男性陣に「ところでこの3人の女の子の中でどの子がいい？どの子を持ち帰り？」と直球で聞いてきたのです。あまりに突然の質問に慌ててしまい、亮さんは思わず本音が出てしまったそうです。久美さんと3人の中で一番アイドル側の控えめな女の子の名前を言いました。するとほんの一瞬ですが、女性陣がハッとしたような表情になったそうです。まるで亮さんが言ってはいけない名前を言ったかのようでした。亮さんが妙に感じ何かを言うより先に幹事の女性が「ああ、久美ちゃんか。残念、久美ちゃんはね、ダメなんですよ」と言ってケラケラ笑い出したというのです。亮さんはからかわれたようで少しイラッとして「彼氏持ちなんだ。じゃあ合コンなんか来ちゃダメじゃん」と返したそうです。するとすぐ幹事の女性は「彼氏はいないよ。でも無理だと思うな」と意味のわからないことをやんわり言いました。久美さんと後の女の子も冗談だからと言わんばかりにクスクスと軽く笑ってその場を和ませました。単純に亮さんは久美さんは好みがうるさい子なんだろうとその時は思ったそうです。ただそう聞くとプレイボーイの亮さんですから、なおさら引き下がれず久美さんに積極的にアプローチをかけることにしました。そしてその後みんなでカラオケに行って盛り上がったということでした。その最中、亮さんはそっと久美さんに「2人で抜け出さない？」と誘ってみると、いいよと難なく答えてくれました。意外にもガードが固くなかったのです。そこで亮さんと久美さんは2人でこっそりカラオケ店を抜け出し、どこに行こうかということになりました。すると久美さんが「家が近いからうちにおいでよ」と自宅に誘ってくれたのでした。亮さんは内心ほくそ笑んでいましたが、少しでも冷静に考える余裕があれば、何かがその時からおかしかったのに気がついたはずでした。さて2人は久美さんの自宅で飲み直すことにしたので、飲み物やつまみ類を買い込んで彼女のマンションに向かいました。久美さんのマンションは単身用のよくある 1K で、入ってすぐ右にキッチン、左にユニットバスがあり、奥に寝室兼居間の6畳くらいの部屋が一つありました。2人は早速飲みながらいろいろ談笑をして、だんだん良い雰囲気になっていき、ベッドに並んで腰掛けたそうです。そして亮さんが久美さんに触れようとした時でした。突然久美さんが「ごめん、明かりだけ消してくれる？」と言ったのです。そこで亮さんはそばにあった照明のリモコンで電気を消したそうです。すると当然あたりは真っ暗になり、数センチ先の久美さんも見えにくくなりました。そして亮さんが久美さんの表情を何とか見ようとした時でした。亮さんはふと暗闇に違和感を感じたそうです。部屋に誰かがいる気配がしたのです。それは2人が座っているベッドの脇に誰かが立っていると感じました。
こんな狭い 1K の部屋でクローゼットも最初からきちんと閉まっていたので、誰かが隠れる場所などないのです。亮さんは気のせいと思いたかったのですが、その誰かが確かにベッドの脇に立って亮さんを異様な強い視線で見ているのが分かりました。全身に旋律が走り、たまりかねた亮さんはすぐリモコンをつかんで照明をつけたそうです。すると、あれとなりました。そこはさっきまでの2人だけの部屋で、ベッドの脇には誰もいませんでした。はっとして亮さんはすぐ久美さんを見たのですが、彼女はふふふふと含み笑いをしていました。そして「どうしたの?」と聞いてきたので、我に返った亮さんは「ごめん、大丈夫」とすぐ答えました。そしてやっぱり気のせいかと思い、平静を装いすぐ電気を消しました。すると真っ暗になった途端、やはりベッドの脇に誰かがいたのでした。やっぱりいる。その時亮さんは気がついたそうです。真っ暗でその誰かはよく見えなかったのですが、体格の良いがっちりとした男性で、ベッドの脇に立っているのが分かりました。その男性の存在感は重く、亮さんにのしかかってくるようでした。それと同時に亮さんはさっきの合コンで久美さんはダメよと言った幹事の女性の言う意味が分かった感じがしました。そしてこれのことを言ってたんだなと思い、気にしなければいいだけだと、なぜかそんなことを酔って気が大きくなっていたのか思ったそうなのです。そしてその誰かの存在を無視して久美さんにキスしようとした時でした。覚悟はできているのかというのぶとい男性の声が聞こえてきたそうです。正確に言うと、亮さんの耳元で聞こえたというより、頭の中に直接訴えるように声が聞こえたのだそうです。亮さんは驚愕し、思わずわーっと叫んでしまい、ベッドから飛び降りました。そして震える手ですぐリモコンで明かりをつけたそうです。するとそこにはやはり亮さんと久美さん2人しかいませんでした。その時はさすがに亮さんももう無理と思い、呆然と久美さんの方を見たそうです。久美さんは亮さんの慌てぶりに驚くこともなく、この結末を分かっていたかのようにずっと意味深な表情をしていたということでした。そして亮さんはその場を作ろう余裕もなく、今日はもう帰るよと一言言って玄関に向かいました。亮さんは心の中で、このマンションの部屋は事故物件なのだろうかとも思ったそうですが、女子大生がわざわざ事故物件を選んで住むとも思えず、彼女自身に取り付いている男性の霊なのだろうかと思いました。そして玄関で靴を履いている時に、亮さんらしいバカな考えが浮かびました。そうだ、電気つけたままなら大丈夫なんじゃない?そう久美さんに聞いてみました。すると久美さんは、覚悟はできてるの?とさっき暗闇で聞こえた声の男性と同じことを言ったのです。亮さんは全身凍りついたそうです。その言葉は、ちゃんと本気で付き合うつもりがあるのという意味にも、あるいは明かりをつけたままなら何も起こらないと本気で思っているのという意味にも取れて、後者の方だったらと思った亮さんは、ごめんなさいと一言謝り、急いで帰ったそうです。その後二度と久美さんと接点を持つことはありませんでした。彼女の部屋にいるあの男性の霊は何だったのか、その男性の霊の存在を久美さんは気がついていたのか、それが亮さんには気になったそうです。霊は部屋についているのか、久美さん自身に取り付いているのかは分かりません。ただ亮さんは、ひょっとして久美さんはその男性の霊の存在を利用して自分のような遊び人の男を懲らしめているのではないのかとも思いました。どちらにしろあの男性の霊がそばにいる限り、
久美さん自身も幸せにはなれないことは確かです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。